テレビって上を見たらキリがないけど、もっと庶民が買えるテレビでいいやつないの？こう思われてる方多いと思います。実際有機 EL やミニ LED ってやっぱり高いですからね。ここまでは出せないなってことで、注意から買いモデルに落ち着く方が大半でしょう。そこで今回は大手5社の注意買いモデルの特徴や評判を解説していこうと思います。それではやっていきましょう。まずはじめにテレビの現状について簡単に触れていきます。テレビはコストの制約が非常に厳しい業界です。そのため価格によって明確に性能が変わります。テレビのラインナップは最上位には有機 EL、あるいはミニ LED モデルが据え置かれ、その下を今回ご紹介する液晶モデルが占めています。この液晶モデル群の中でも価格によって大きな差があります。例えば明るさ、有機 EL やミニ LED は現状1500ニト以上の表現力を持ちますが、液晶モデルはおおよそこんな感じ。上は1000ニト、エントリーモデルではおよそ3分の1の300ニトです。3分の1と聞くと結構大きな差と感じますよね。実際に差もあります。一般的に高画質とされる 4K HDR 映像は最大1000ニトに調整されていることが多く、これらのコンテンツを最大限に堪能したいとなると、やはり1000ニトを出せる上位モデルが望ましいですが、それは価格次第という方も多いでしょう。メーカーや時期によって差がありますが、現在価格的には65型でこんなイメージ。表現力豊かなテレビはやはりそれなりの価格です。こうして言うと、画質なんて差がわからないから安いモデルで十分と言われる方もおられますが、テレビを買う際に最も重要視しているものはというアンケート結果では、画質が半数を占め、次いで価格でした。この結果はある程度お金を出しても高画質なものがいいという方が多くいらっしゃるということです。ぜひ自分好みの画質はどのメーカーか、価格はどのあたりが落としどころか、実物を見て検討されることをお勧めします。なお、より詳しくモデルグレードの違いやテレビの選び方を知りたいって方は、数十万回再生されているこちらの動画、またお店で選ぶ際にはどのようなポイントに着目したらいいのか気になっている方は、こちらの動画をそれぞれご視聴いただければわかるようになっていますので、ご興味があれば後で概要欄から参考にしてみてください。それでは早速、大手5社ソニー、パナソニック、TVS レグザ、シャープ、ハイセンスの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点でミニ LED を除いた通常液晶テレビを買うとしたらどのメーカーにしますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ソニーが最も人気が高く、次いで TVS レグザ、そしてパナソニック、ハイセンス、シャープという順でした。ソニーのテレビはグローバルにも展開しており、その映像には定評があります。一方 TVS レグザも近年急速な巻き返しを図っており、昨年から国内シェアトップとなっています。それはアンケート結果にも表れており、3年前の投票では TVS レグザ、親会社のハイセンスはこの位置でしたが、その存在感が増し続けています。さて話を戻して、通常液晶モデルの中でも上位モデルを基準に各社の特徴を解説していきます。まずは特徴。ソニーの特徴は XR コントラストブースターです。上位機種でもご紹介しましたが、暗部の電流を明部に集中させ、明るさを高める機能でコントラストを増強し、より明暗をくっきりさせます。この技術はソニーの得意とするところで、海外でもその制御に定評があります。絵作りは色鮮やか、輪郭くっきり、その分少しノイジーな印象です。続いてパナソニックの特徴はヘキサクロマドライブです。この図は色度図と呼ばれ、カラフルな部分が人間の目で認識できる範囲を表します。このうちテレビは何%カバーできるか、
これでテレビの色表現範囲が決まります。ただこの色表現範囲は明るさによって変化する特性を液晶パネルは持っており、暗くなるに従い色再現範囲が狭くなったりねじれてきます。これを本来の色に補正する機能です。色合いは色鮮やかというより忠実再現を重視したナチュラルな色彩に近いです。続いて TVS レグザの特徴は3次元カラーリマスターです。映像送信の際に失われる本来の色を復元し、色表現領域を拡大させ、自然で豊かな色を再現するものです。この色表現を拡大するにあたり、ただ単純に広げてしまうと、例えば人の目が敏感な肌の色などは色のバランスが崩れ不自然に見えたりします。そうならないように色表現領域を拡大していく調整を64色の軸を用い、色のデータを明るさにも応じて置き換え変換しています。64色の軸とは、このカラーサークルでいうとこれを64分割し、それぞれの領域で補正するという意味です。パナソニックは失われた色を本来あるべき姿とする方向性、レグザはそれに加えて拡大アレンジする方向性といったところでしょうか。絵作りは色濃いめ、輪郭強調控えめ、ノイズ少なめなテイストです。次にシャープの特徴は AI オートです。AI オートは100万通り以上の映像を学習した AI を活用し、人の顔や空などのオブジェクト情報と映画やドラマなどの放送ジャンル情報を合わせて映像と音声を自動調整します。その処理範囲は広く、色表現、超解像、オブジェクト認識と AI に任せるスタイルのように見えます。他社でも大なり小なり搭載しているところは多いので、独自性としては少し弱いでしょうか。絵作りは色鮮やかでやや明るめなテイストです。シャープの通常液晶モデルは従来白浮きのような白っぽい絵作りが特徴でしたが、最近は少し他社に寄せてきている印象です。続いてハイセンスの特徴はレグザ踏襲、低価格です。ハイセンスはもともと画質に定評のあったレグザのさまざまな映像技術を取り入れ、それでいて他社よりも圧倒的に価格設定が安いのでコスパに定評があります。画質自体はチューニングの差かレグザの方がやや好みに感じますが、安価で大型テレビが買えてしまうことから、特にライト層やセカンドテレビの運用に人気があります。ハイセンスはグローバルな視点で言うと、今回ご紹介するメーカーの中で最もシェアがあります。そのためパネルを安く調達でき、結果低価格を実現しています。これは食材を大量発注しているスーパーは単価が安いのと同じ原理です。この恩恵は同時にレグザも受けており、レグザもハイセンスほどではありませんが、比較的価格が安めなのはこれが起因していることが考えられるでしょう。なおハイセンスはこのランクのテレビでも量子ドットシートを用いていると公式情報にあります。ただ一言に量子ドットといっても性能に差があり、本モデルは赤蛍光体を使用した廉価版となります。詳しく知りたい方は反響の大きかったこちらの動画を概要欄より参考にしてみてください。続いて同時録画番組数です。2番組の組み合わせは地デジ、BS 放送、CS 放送であればどんな組み合わせでも録画できますが、 BS4K 放送、CS4K 放送まで考えるとメーカーによって変わってきますので、録画を多用される方は確認してみてください。この項目はここ最近動きがなかったので省略していましたが、今年変化が大きかったので復活させました。動きがあった部分については赤字で記しています。過去ソニー機は全モデル通して1番組までの対応でしたが、2021年に各社に合わせて2番組までとしました。シャープは逆に今年から全モデル通して1番組に減少。レグザは全モデル2番組対応でしたが、
今年からエントリーモデルの M550 シリーズが1番組に減少しました。ソニーの録画機能はオートチャプターがつかなかったり、決してパッとはしないのですが、結果として対応範囲が一番広いという状況になっています。レグザはユーザーの好みに合わせて自動録画する機能が実はエントリーモデルから搭載されており、録画機能に関しては他社の追随を許さない立ち位置ですが、今回の変更は意外だった方もいらっしゃるかもしれませんね。テレビ業界のコスト競争は激しく、それに加え最近の物価高も相まった結果と捉えることもできますが、放送番組よりネット配信系の番組を好む方の増加や、エントリーモデルで十分という方も一定数いらっしゃることから、ワンランク上のモデルに誘導したいというメーカーの思惑もありそうな気がしますね。ちなみにレグザやシャープの本体価格は変わっていませんが、ソニーは本体価格を値上げしてきています。物価高の煽りがここにも来ていますね。全然関係ない話ですが、最近動画が出せていなくてすいません。世間ではブラックフライデーでにぎわっているようですが、シャチパンはというとブラック企業で社畜奴隷のように働かされていました。いつだったか出社した際、会社のドアを家の鍵で開けようとしていました。もうどっちが家か分かりません。続いてサウンドです。テレビのサウンドシステムはそのスリムな外観から分かるように、十分な容積を確保することがそもそも難しい代物です。そのため口コミでは画質以上に不満の声が上がっていましたが、今回ご紹介しているグレードのモデルは高価なモデルのように凝った構成でもないので、その傾向は顕著でしょう。ただテレビの画質は買った後ではもう変えられませんが、音質は後からサウンドバーなどで強化できます。もし使ってみていまいちということであれば、こちらの動画などでメーカー比較や接続などを詳しく解説していますので、もしご興味があれば概要欄から参考にしてみてください。各社サウンド構成のネーミングは様々ですが、この価格帯のモデルでは結構な差があります。パナソニックのサウンドは画面下部にメインスピーカーのみの構成。よくある必要最低限の構成で特徴はありません。シャープも同じく画面下部にメインスピーカー構成です。ただしシャープはリフレクターを用いて音を前方に導き、音抜けを良くする配慮が見られます。実は画面下部にあるスピーカーは下向きについているモデルがほとんどで、私たちはテレビボードや背面の壁に反射した音を聞いています。こうなると音が歪んだり、前に出た音と壁からの反射音が時間差で混じり、クリアではなくなります。このリフレクターによりテレビボードの反射は仕方ありませんが、背面の壁には回らないようにはなるでしょう。ソニーのサウンドは画面下部のメインスピーカーに加えて、画面上部に高音を担うツイーターという構成です。このツイーターには映像と音の出る位置を合わせる役割があります。低音は全方向に広がっていく傾向があり、人の耳ではどこから鳴ったか把握しづらいという特徴がありますが、高音は指向性が強く、音源の方向が判断しやすいです。メインスピーカーが下部についていることで、映像と音源の位置が大画面になるに従い離れていきますが、ツイーターがこの音源位置を引き上げてくれ、映像から音が聞こえるような違和感のない音声を楽しめるでしょう。ハイセンスのサウンドは画面下部のメインスピーカーに加えて、背面中央に低音を担うウーファーという構成です。今までご紹介したテレビにはウーファーがありませんでしたが、ただでさえ容積を確保できないテレビのサウンドシステムの中で、このウーファーの有無は低音表現にそれなりの差が出ます。低音は原理的にある程度の容積があることが望ましいからです。レグザのサウンドはメインスピーカー、ツイーター、ウーファーとフル構成。中位モデルまで音にこだわった構成なのは嬉しいですね。ハイセンスにもありますが、
リモコンを用いたキャリブレーションもあり、部屋の環境に適したサウンド設定もできます。今回ご紹介する中では最も優れているでしょう。続いて価格。各社の55型、65型の現価格を記しています。上が上位モデル、下が下位モデル、いわゆるエントリーモデルです。価格差が大きいので両方紹介していきます。なお、今年このグレードでは新モデルが登場しなかったメーカーやモデルもあります。ざっと傾向を言いますと、ソニーは今年新モデルなし、パナソニック、シャープ、ハイセンスはすべて新モデル、レグザは混在となります。そういうことなので、このまま横並びで比較するのは少しアンフェアな気もしますが、今年新モデルが登場しなかったソニーと新モデルに置き換えたばかりのシャープは価格が高め、次いでパナソニック、レグザと続き、ハイセンスは驚くべき安さです。なお、シャープは値が落ちるのも早いので、少し待っていればもう少し安くなるかと思います。各モデルの価格や販売年数は概要欄にも記載していますので、気になる方は後で参考にしてみてください。なお、このグレードのモデルはフラッグシップほど進化も早くないので、あまり変化がないのであれば、ソニーのように据え置きにして安く提供してもらった方がありがたいと思う方はいらっしゃるでしょうか。続いて口コミです。口コミ数百件分のデータをまとめました。ソニーは画質を褒める声が多かったです。海外の厳しい目にさらされながらも一定の成果を上げていることは称賛に値するでしょう。それから Android OS 搭載のテレビということで、ネット動画配信サービスが充実していることが好評でした。自由にさまざまなアプリをダウンロードできます。一方、悪かった意見としては、最近では少し減ったように感じますが、Android OS の場合、動作が不安定になることがあるという声がありました。他に悪かった意見としては、録画機能が弱く、早見再生、ランダミングに非対応。同じ Android OS でも、シャープはオートチャプターがつくのに、ソニー機ではつかないという声がありました。また、価格も他社より高めであること。それゆえ、買いモデルとなると、パネルポテンシャルが低くなることから、他社より優位性を感じないのに価格は高いという厳しい意見もありました。続いてパナソニックです。2画面表示が好評でした。放送番組と外部端子入力の組み合わせが可能です。 OS 変更に伴ってか、音声が左画面からしか出力されない仕様となりましたが、左右画面を入れ替えることができるので、使い勝手に問題はなさそうです。それから遠隔ダビングがいいという声がありました。専用アプリをダウンロードすることで、外出中に録画予約したり、番組を視聴することができます。ここらはレコーダーが強いパナソニックらしいでしょうか。また、今年から全モデル Amazon の Fire TVOS を採用し、これにより幅広いアプリに対応して好評な一方、Amazon アカウントが必要であったり、細かい不具合も当初はあり、一部に不満の声が上がっていました。それ以外には有機 EL に全振りのパナソニックなので、液晶モデルは特徴が弱い、映像が少し白っぽいという意見が上がっていました。続いて TVS レグザです。コスパが好評でした。それから上位モデル同様、録画機能が優れているという声がありました。ユーザーの好みに合わせて自動録画、おすすめする機能から、録画番組の目次リストから見たい部分だけを見ることができる機能、さらにはワンボタンによる30秒送り、10秒戻しと使い勝手はかなりいいです。今年からレグザ LINE 公式アカウントを友達登録することで、チャットによる遠隔ダビングにも対応しました。また音質も他社より豪華な構成で好評でした。それ以外にはもう在庫が少なくなってきていますが、上位モデルの量子ドットモデルのコスパが好評でした。シャチパンもレビューで実測したモデルですが、このモデルの量子ドットシートは
良質で廉価版ではありません。悪かった意見としては、物価高の煽りかグレードダウンしたモデルが多数あり残念という声がありました。例えば Z670 シリーズは今年から量子ドットシートの採用はなくなり、エントリーモデルの M550 シリーズは同時録画番組数が1番組までとなりました。ただその分価格は抑えられているので、こちらの方が良かったという意見はありそうです。それから処理が重いのか応答性が悪いという声が他社よりも多く上がっているように感じました。メニューにもよるとは思いますが、ワンテンポ遅いと感じることもあるようです。レグザのモデルについてはこちらの動画で量子ドットモデルとエントリーモデルをレビューしておりますので、気になる方は後で概要欄から参考にしてみてください。次にシャープです。パナソニック同様2画面表示がいいという声がありました。それからレグザにもありますが、左右の角度を調整できる回転式スタンドがいいという意見がありました。またゲームの遅延時間のテコ入れがあったのが好評でした。シャープといえば映像の入力遅延時間が伝統的に長く、ちょっとした遅延時間が命取りとなるような格闘ゲームにはあまり向かないとされてきましたが、現在では他社並みにまで水準が引き上がっているようです。悪かった意見としては、同時録画番組数が全モデル1番組までとなってしまったこと、音質に不満があるという意見が他社より多かったこと、AirPlay 非対応のため iPhone は画面をミラーリングできないといった声が上がっていました。続いてハイセンスです。他社を圧倒するコスパを褒める声が多かったです。画質は他社を凌駕しているわけではありませんが、価格ほどの差は感じない方も多く、またサイズもワンサイズアップが見込め、それが購入動機となっています。海外メーカーは地デジ画質が微妙なことも多いのですが、レグザを踏襲していることでそれもなく、 UI や番組表も分かりやすく好評でした。またメーカー保証が3年で嬉しいという声がありました。何もつけないと1年のところが多いです。悪かった意見としては、上位モデルでもバックライトの部分駆動がないのが残念という声がありました。部分駆動がないと黒の表現力は他社に劣るでしょう。また各社不満の声がありましたが、音質ももう少し頑張ってほしいという声が他社より多く感じました。それから色表現もシーンによっては少し違和感を覚えることがある。レグザにある録画の30秒送り、10秒戻しのスキップ機能が欲しいという意見がありました。ハイセンスのエントリーモデルについてはこちらの動画で実機レビューしていますので、気になる方は概要欄から参考にしてみてください。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。ソニー、TVS レグザ、シャープ、ハイセンスはほぼ横ばい。パナソニックは点数を落としました。各社混戦の中僅差でしたが、今年はソニーが最も点数が高く、次いでハイセンスでした。ソニーは価格が高いながらもブランド力もあり、絵作りも万人に受けやすく人気。ハイセンスはやはりこの価格帯のモデルはコスパが良く無双状態です。一方シャープの特徴でもあるコスパはハイセンスやレグザに押され気味。パナソニックは昨年液晶モデル構造変更があったりで、やはり有機 EL モデルとの力のかけ具合が出てしまったでしょうか。今年は FireTVOS を採用したことで、来年以降もどのように推移するか要注目でしょうか。参考にしてみてください。一つのまとめ。色鮮やか、輪郭くっきりなテイストで人気のテレビをお探しの方はソニー。派手めなテイストが好みで全てを AI に委ねたい方はシャープ。絵作りはリアル思考で FireTVOS を採用したテレビに魅力を感じた方はパナソニック。
輪郭強調は控えめ、色は濃いめで、明るさは少し抑えた落ち着いた印象。録画に定評がありつつも音質も取りたいという方はレグザ。圧倒的に価格が安いのに基本性能はしっかりしている、そんなテレビをお探しであればハイセンスが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、お店で最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね